ゴキブリが這い回る家で死体と共に暮らす子供たち。彼らはなぜおよそ人間のものとは思えないその生活を強いられていたのか。2021年10月24日、アメリカテキサス州ヒューストン。警察はその日、一人の少年から通報を受け、とあるアパートへ駆けつけました。おい、大丈夫か？アパートの扉を開けると、家の中は真っ暗な状態。通報は確かにその家に住む少年からでしたが、どの部屋にも電気はついておらず、警察は眉を潜めます。さらに、うわ、なんだこれは。暗い部屋の中で目を凝らした警察は、そこに大量のゴキブリが這い回っていることに気がつきました。そんな人が住む場所とは到底思えない部屋の中には、痩せ細った3人の少年が。少年たちは電気が止まったその部屋でもう長らくろくな食事も与えられず、子供たちだけで生活していたんです。あまりの惨状に警察はその現実を受け入れられずにいました。しかし本当に恐ろしいのはこの後のこと。その部屋のクローゼットには8歳の少年の死体が隠されていたんです。死体が放置されたゴキブリまみれの家で暮らす3人の少年。なぜまだ幼い彼らが最悪の環境での生活を強いられてしまったのか。少年たちの母親にとって彼らの命より大切だったものとは。おさすけちゃんです。やみやみこです。みこさん、先日久しぶりにライダース革ジャンをね買いに行ったんです。革製品って締まるというかビシッとなるわね。そう、僕が緩い服着るとさ、地元のヤンキーみたいになっちゃうんでいや本当にあんまイメージできないけど、たまにビシッと締まる服欲しいなと思って行ったんですけど、めっちゃかっこいいの見つけて。ライダースってシングルって言って襟を折らない感じのシンプルなやつとダブルっていうのがあったんですけど、大体それの2つが主流なんですよ。襟がついてるやつじゃなくて、よくわかんないここで止めるやつで、ライダースなのに上品さもあるような感じで、かつ人と被んないのがあって買っちゃったんですけど、じゃあ今度見せてよ。アルゴで着ないんですけど着てよ、気になるじゃない。そんなの街で見かけたらぜひねお声掛けいただければと思うんですけど、僕はなんでこの話したかっていうと、ちょうどその日歩いてたら市長さんも話しかけてくれて、その着てる時、違う買った時ね、サイズ調整しまってるからまだ届いてないんですけど、後ろからトントン女性の人とめっちゃ身長が高いイケメン男の人の方は視聴者さんじゃなくて彼女さんの方が多分視聴者さんだったんですけど、どうしようと思って待たしちゃうじゃん彼氏さんも。彼氏さんに申し訳なく思っちゃって、そしたらフロジュみたいになっちゃって、逆にすいませんみたいな、よくわかんないこと大丈夫、ぶん殴られなかった？ぶん殴られなかったんですけど、本当にね素敵なカップルで全部の動画見てるっぽくて。あ、そうなの？これも見てくれてたらねありがたいんですけど、あの日は本当にね改めてありがとうございました。銀座で話しかけてくださったと思うんですけど、ライダース関係ないよね、ありがとうございました。本日ご紹介するのはアメリカテキサス州で起こった児童虐待事件について。この事件ではまだ幼い少年3人がなんと8ヶ月もゴキブリだらけの家でろくに食事も与えられずに生活をさせられていたんです。どういう状況なのそれ？親は何してんのよ？親はその家に子供たちを置き去りにしてしまったんです。まだ詳しくは言えないんですけど、彼らが置き去りにされた理由を知った時に一番ゾッとするような事件なんです。事件はその家で暮らす少年が警察へ通報したことから発覚するんです。彼らが生活していたその家はまだ外で暮らした方がマシだと思えるほどの本当に劣悪な環境だったんです。置き去りにされた3人。2021年10月24日、アメリカテキサス州ヒューストン、緊急電話番号911に1本の通報が入りました。助けてください。もう何ヶ月も弟たちと3人で暮らしてて、お母さんは帰ってこなくてもう限界なんです。通報してきたのは15歳の少年アレックス。彼はまだ幼い弟たちと3人でもう何ヶ月も子供たちだけで生活しているというんです。声だけでも憔悴しきっていることがわかるその電話を聞くと、警察はすぐに彼らのアパートへ向かいました。するとそこでは警察が想定していた以上に壮絶な光景が待ち構えていたんです。1ヶ月前から電気が止まっており、真っ暗な部屋の中にはそこかしこにゴキブリが這い回っている状態。中にいた3人の少年は痩せ細り栄養失調に陥っていました。彼らの母親は数週間に一度食事を届けに来ていたと言いますが、それも全てジャンクフード。育ち盛りの子供3人にとってはとても十分とは言えない内容でした。さらにアパートの中にはベッドや布団さえも見当たらず、子供たちはもう長らく薄汚れたカーペットの上で眠っていたというんです。その期間は実にこの年の3月から10月にかけて8ヶ月にも及んでいました。ちょっともうこれは家とは呼べないわよ。あんまり言いたくないけどゴミ捨て場みたいなもんじゃない。子供がいつ死んでもいいやくらいの考えに思えますよね。ここで気になるのは子供たちの異様な生活ぶりを見て近隣住民の人たちがどう思ってたかってとこなんです。近隣住民は当然その家に子供たちだけが暮らしていることにも、彼らの親がろくに世話をしていないことにも気がついていました。長男のアレックスは不潔な家で
で眠ることを嫌い、近所の公園で眠っているところを頻繁に目撃されていたんです。また彼らの家は電気が止まっているため、アレックスが近隣住民に携帯を充電させてほしいと頼みに来ることも、不憫に思った住民が彼らにわずかながら食事を分け与えることもありました。しかしそんな惨状を目の当たりにしても、近隣住民は誰一人として通報しようとはしませんでした。その理由について近隣住民の一人は次のように語ります。黒人の家族が相手だと警察はすぐに発砲するじゃないか。そう、近隣住民が懸念していたのは、未だアメリカ司法に人種差別の問題が残り続けていること。黒人家族の問題を通報したとしてもろくなことにはならないと、児童虐待に気づいていても敬遠する人が多いんです。アレックスたちの部屋からは凄まじい悪臭がしていたため、アパートの管理会社へ苦情が入ることもありました。しかし管理会社でさえも警察や児童保護サービスには連絡せず放置していたというんです。黒人相手だと警察はすぐに発砲するなんて本当なの？そんな人種差別ってまだ根深いの？近隣住民の方たちも多少は誇張していってる可能性はあるんですけれども、そのくらい黒人の方への対応っていうのがひどいんです。というわけで本日のメトラキーワード、アメリカ警察の人種差別について。2017年にアメリカのピューリサーチセンターが行った統計では、回答者のうち黒人の 84%、白人の 61% がアメリカの司法制度は黒人に不平等と回答しました。また黒人の成人男性の 59% が人種や民族を理由に不当に警察に止められたことがあるとも。このほかワシントンポスト紙が2015年から行っている統計によると、黒人が警察官に射殺される確率は白人の 2.5 倍にも上るといいます。その被害は時として子供に及んでしまうこともあるんです。警察が子供に発砲するのはごく稀な話としても、黒人家族の問題を通報して面倒ごとになるのを嫌う人は多いようなんです。こういう話聞くと下手に通報しない方がいいんじゃないかっていう近隣住民の意見もわからなくはないけど、取り返しのつかないことになっちゃうんじゃないの？そうしてたら。実際黒人家族の虐待っていうのが通報されなかったばかりに、子供が亡くなってしまうケースが後を絶たないんです。気になるのはアレックスたちの親が一体どんな人物だったのかということなんです。彼女は最初は子供を放置するような母親ではなかったんです。そんな母親が変わってしまった理由とは。男運の悪い女。2013年、事件が発覚する8年前、少年たちの母親グロリア・イベット・ウィリアムズは当時の恋人ジョナサン・カークランドの実家で暮らしていました。悪いね、息子が迷惑ばかりかけちゃって、いえこの子たちを置いていただけるだけでもありがたいので。グロリアとその子供たちを前に困った様子で話をしていたのは恋人ジョナサンの母親。グロリアは4人の子供たちと共にジョナサンの実家にいたのですが、一方のジョナサンはその家にはいませんでした。それは彼が妊娠中のグロリアに暴行を加え逮捕されたから。そう、ジョナサンはかなり問題のある人物で、かねてから飲酒運転や武器の不法所持などで刑務所を出たり入ったりを繰り返していました。グロリアに暴力を振るったのも釈放からわずか1ヶ月後のこと。グロリアをかわいそうに思ったジョナサンの母親は彼女とその子供たちをそのまま実家に置いてあげることにしたんです。グロリアは素行の悪いジョナサンを恋人に選んだのが不思議なほど礼儀正しい女性、お酒なども好まない控えめな性格で、ジョナサンの母親からも好かれていたんです。恋人がとんでもない男すぎてびっくりしてんだけど、こいつが虐待の原因なわけ？違うんです。グロリアはこの後すぐにジョナサンとは別れるんです。そして彼女が人柄のいい女性であったことは確かなんですが、一つだけ欠点があったんです。グロリアが家に来てからしばらくして恋人ジョナサンの母は怒りをあらわに彼女にこう告げました。とっとと出て行っておくれ。こう何度も何度も家に男を連れ込まれちゃ困るよ。あろうことかグロリアは恋人ジョナサンの実家に別の男性をたびたび招き入れていました。そう、グロリアは礼儀正しく一見しておとなしい性格に見えるのですが、ただ一つ非常に異性関係にだらしない女性だったんです。グロリアはジョナサンの元へ来る前にも2度結婚しており、今育てている子供以外も合わせると合計6人の子供がいます。詳しい事情は定かではありませんが、彼女の離婚歴には異性関係のだらしなさが無関係ではないはずなんです。そしてグロリアは単に男性遍歴が多いだけではなく、とことん男運に恵まれない女性でもありました。ジョナサンの実家を出た後、彼女はホームレスシェルターで出会った元受刑者の男性と再婚。しかしその男性は健康上の問題から結婚後わずか2年で他界。こうしてグロリアはまたしても夫を失ってしまうんです。そしてこの後36歳を迎えた彼女が出会ったのがブライアン・ワード・コールターという男。グロリアは異性関係にルーズな部分はありましたが、それでも4人の子供たちを見捨てることは決してありませんでした。それがブライアンと出会ったことで子供たちの運命は大きく変わってしまうんです。
こんなこと言わない方がいいと思うけど、グロリアが男運がないっていうよりも悪い男引きつけちゃってるような感じがするわよ。恋人の実家に別の男連れ込む時点でさ、あまりにも奔放すぎる。グロリアは異性関係になると周りが見えなくなっちゃうんですよ。子供たちに横暴な振る舞いをする彼だったんですが、恋愛体質の彼女は彼に流されてしまったんです。殴る男。2019年、グロリアは以前の夫が亡くなって間もなくテキサス州ヒューストンのアパートで新しい恋人のブライアンと暮らし始めました。そして結論から言ってブライアンはグロリアのこれまでのどのパートナーと比べても最悪の男だったんです。やめてよ、痛いよ、うっせえクソガキ。アルコール依存症のブライアンは酒に酔うとたびたび子供たちに暴力を振るいました。特に10歳の次男に対する暴力はひどく、彼はブライアンに殴られ顎を骨折したことも。母親のグロリアに関しても完全にブライアンの言いなり。彼女はブライアンの言いつけで骨折した次男を病院にさえ連れて行きませんでした。そして迎えた2021年3月、グロリアとブライアンはとうとう子供たちを残したまま自分たちだけ別のアパートへ引っ越してしまうんです。車で25分ほど離れたアパートで暮らすグロリアは数週間おきに子供たちに食料を届けに来ていましたが、子供たちにとってはそのタイミングもまた地獄。グロリアと一緒に恋人のブライアンがやってくるからです。ブライアンは子供たちのアパートを訪れるたび、一緒に暮らしていた頃同様彼らに暴力を振るいました。母親のグロリアは子供たちがこんなことされてんのになんで何も言わないわけ？最初は子供たちがかわいそうだなって気持ちはあったとは思うんですよ。でも次第にね、ブライアンとの二人きりの生活っていうのが楽しくなっちゃったんですよね。だからといって共感はできないんですけどね。苦しい思いをしている子供たちをよそに、グロリアとブライアンのインスタグラムには2人の仲睦まじい姿がたびたび投稿されていました。ブライアンからもらったジュエリーの写真とともに彼をとても愛してるとメッセージを投稿するグロリア。ブライアンもブライアンで恋人や家族への愛を語る格言をいくつも投稿。2人が努めて家族愛を強調していたのは子供たちの虐待をカモフラージュする意味もあったのでしょう。しかしやりたい放題のその日々は決して長続きしませんでした。2021年9月、子供たちが住んでいるアパートにかかるお金を少しでも節約しようと考えた母グロリアは電気代の支払いをストップ。この判断が長男のアレックスを動かしたんです。電気が止まった1ヶ月後の10月24日、アレックスは母親に一通のメールを送りました。これ以上この生活には耐えられない。ブライアンからの暴力に怯え、これまで何もできずにいた彼はさらに過酷な状況に追い込まれたことでついに通報を決意したんです。ここで皆さんに思い出していただきたいのは、ブライアンと暮らし始めた当初、グロリアには子供が4人いたこと。一方で警察がアパートへやってきた時、その部屋には一体何人の子供がいたのでしょうか。2021年10月24日、テキサス州ヒューストンの悪臭立ち込めるアパートへやってきた警察は、そこにいた痩せ細った少年3人に詳しい事情を聞いていた。家の人はどこへ行ったのか、なぜこの部屋には電気が通っていないのか、寝具すら用意されていないのか、なぜろくにご飯も食べさせてもらえないのか。聞きたいことは山ほどあったが、その中でも子供たちの確信に触れたのはこんな質問だった。お母さんはなぜ君たちをここに置き去りにしたのかな。警察がそう問いかけると同時に、長男のアレックスはやつれ切ったその顔に一層重苦しい表情を浮かべる。見せなきゃいけないものがあるんです。そう言うとアレックスは立ち上がり、アパートの奥の寝室へ警察を連れて行く。彼がその部屋のクローゼットを開くと、そこには不自然に膨らんだ青い毛布が。その毛布を見ると同時に、警察はその家に広がっていた凄まじい悪臭の正体を指した。そう、毛布の中身は8歳の三男の白骨死体だった。4人兄弟の中でもブライアンから最もひどい虐待を受けていたのが8歳の三男ケンドリック・リー。それはケンドリックが自閉症スペクトラム障害を患っており、他の兄弟たちと様子が違ったためでした。2020年11月、ブライアンはいつものように酒によってはケンドリックに殴る蹴るの暴行を加えていました。このクソガキが。しかしケンドリックは何度蹴られようとも痛がる素振りも見せず、身動きすら取ろうともしません。それもそのはず、ブライアンに何度となく蹴られている彼はもうとっくに亡くなっていたんです。ケンドリックが暴行を加えられているところを7歳の末っ子はずっと見ていたといいます。ケンドリックの体から完全に力が抜け、彼が一切瞬きをしなくなった後もブライアンは引き続きその体を蹴り続けていました。そうやって何度もケンドリックの遺体を蹴った挙句、彼に青い毛布をかぶせその部屋を出て行ったブライアン。数分後、部屋へやってきた母グロリアはその毛布をめくり、動かなくなったケンドリックを前に涙を流したと言いますが、彼女が通報することはありませんでした。やがて遺体の腐敗臭に耐えられなくなったブライアン
ンとグロリアは引っ越しを考えますが、その部屋を引き払えば遺体を隠していることがバレてしまいます。そのため子供たちだけを置き去りにし、人が住んでいるという体裁を保とうとしたんです。その上でグロリアはケンドリックやその他の子供の分も合わせ日本円にして月30万円程度国からの手当を受け取り続けていました。ブライアンが本当にクズすぎて言葉が出てこないわよ。グロリアはケンドリック亡くなっちゃって悲しむ素振りは見せてたわけでしょ。なのに結局楽な方向に流されちゃってたわけよね、これって。仮にも自分のお腹痛めて産んだ子なのに、そういった子たちに対して過去の思い出とかさ、あると思うんすけど、いくら恋人に夢中だったとはいえ、そういう子たちの痛みだったりとかさ、忘れることってあるのかなと思いましたよ。そもそもね、母親として子供たちのこと本当に思ってんだったら、自分の好きな相手とはいえ、子供に手を出しちゃってたら、警察にちゃんと通報すべきなんですよ。ケンドリックの遺体が発見された2日後の10月26日、グロリアとブライアンは地元の図書館を訪れました。彼らの目的はケンドリックについてのニュース記事を調べるため。遺体発見以来事件が大々的に報じられていたため、2人も捜査の行方が気になっていたんです。当然子供たちから話を聞いていた警察は彼らをマークしており、2人は図書館の駐車場で逮捕されました。2024年4月、第1級殺人で有罪となったブライアンに下された刑は仮釈放なしの終身刑。一方で母親のグロリアは殺人罪にこそ問われてはいないものの、怠慢による児童傷害罪を認めており、最高で禁錮55年が言い渡される予定。現在裁判の結果が待たれています。アパートに放置されていた3人の子供はその後里子に出され、カウンセリングやセラピーなどで治療中。これまで養育者に恵まれなかった分、せめて彼らが新たな環境で幸せになれることを願ってやみません。悲しいことに恋人との時間を優先するあまり、子供に対して非常になれる親はこの世界にも確かに存在しているんです。もしあなたが一人親で子供を育てる身だとしたら、恋人と子供の折り合いがつかなかった時、どのような決断を下しますか？おざっすというわけでね、皆さん、そろそろ何ですか？そうですね、クリスマスですね。というわけで、ここでね、皆さんに重大発表があるんです。はい。現在ね、オンラインサロンでしか見られない限定動画を目当てに、もうかなりたくさんの人がね、秘密結社アルゴメトリーに入会してくれてるんですけれども、はいやっぱりこう、お金がかかるっていうところで、無料期間ないのっていうね、リクエストも多数いただいてるんで、今回ね、クリスマスキャンペーンとして用意させていただきました。なんと今入れば、こちらの限定動画が無料で1週間見放題です。豊田商事会長刺殺事件、村井秀夫刺殺事件、北九州監禁連続殺人事件、和歌山毒物カレー事件、長崎男児誘拐殺人事件、バッキー事件、井の頭公園バラバラ殺人事件、プチエンジェル事件。やっぱりね、事件のラインナップとしてはね、非常にこう物騒ではあるんで、ちょっとやっぱ YouTube ではやれないなっていうところでね、サロン限定してる動画ね、この他にもたくさんあります。サロンも開設してからね、半年以上も経ってるんで、限定動画の数もね、かなり増えてますと。なので逆に今から見る方っていうのは、最初からいる方には申し訳ないんですけど、ちょっとね、お得にたくさんの動画見れたりするんで、今のうちにね、ぜひね、無料期間のうちにね、見ていただき、もしね、それでこう事件をね、より知っていきたいって方はね、継続して入会していただければと思いますし、あとは普通のファンクラブと違ってね、この動画含めてサロンの収益っていうところで、まあいろいろ寄付させていただいてます。実績としてはね、能登半島だったりとか、あとは熊本のね、地震だったりっていうところで、ただ単に事件を上げるだけじゃなくて、それが間接的にも直接的にもね、貢献できればと思っておりますので、そういったところにも共感していただける方はね、ぜひね、秘密結社アルゴメトリーにね、ご参加いただければと思います。まあ、その他にもね、僕とかエミコさんとのね、ワンオンワンで1対1でね、皆さんとお話しする機会も作ってますし、あとは東京だったりね、いろんな都市でね、オフ会っていうのもね、開催しておりますので、実際にね、僕とかエミコさんとお会いしたいなとか、1対1で喋りたいなとか、いろんなお話聞いてみたいなっていう方はね、サロンにね、ぜひ入っていただければと思います。